実の妹が夫と不倫？どうしたの？どうしたのじゃないわよ。何よあの動画は。いい感じに編集できたと思うわ。ところどころにあんたの不倫メモリアル動画が散りばめられてて素敵だったでしょ？おかげで離婚させられたのよ、私。そりゃ、婚約者がいながら姉の旦那と不倫してたんだから離婚されるでしょうね。私の名前はアキコ。夫のユージと小学生になる息子、ハヤトの3人で暮らしています。私は結婚を機に仕事を辞め、専業主婦をしていましたが、息子が小学校に上がり、これからの学費を貯めるためにパートを始めました。運よく以前働いていた会社で雇ってもらえることに。私は週末が休みなのですが、夫の会社はフレックスタイム制が導入されていて、月により平日が休みの場合があります。そのため、少しすれ違いになってしまいがちではありました。それも相まって、夫との心の距離も少しずつ広がっているような気がしています。夫とは学生時代にバイト先で知り合いました。夫はそのお店のイケメン店員として人気があり、バイトの女の子の間でも憧れの存在でした。なので、夫から食事に誘われた時は、天にも昇る気持ちだったのを覚えています。付き合っている間は自慢の彼氏で、バイト仲間の間でも優越感がありました。私が就職し、バイトを辞めた後もお付き合いは順調で、自然な流れで結婚に至ったのです。夫は料理上手で、付き合っている時は何度か手料理をご馳走してもらいました。しかし、いざ結婚してみると、料理は全くしません。それでも、結婚当初は食器洗いやお風呂の掃除など、家事を手伝ってくれることもありました。しかし、最近は家事もほとんど手伝ってくれなくなっています。ある日のこと、夫は休日で家にいるはずでした。私はパートとはいえ、任された仕事の期日が迫っていたため、就業時間にはなっていたのですが、少し残業して仕上げてしまいたかったのです。夫に電話をしてみると、あなた、今どこにいるの？家だけど？今日、いつもより1時間帰宅が遅れそうなんだけど、いいかな？ああ、そうか。別に大丈夫だけど。それでね、ハヤトがお腹を空かすと思うのよ。あの子の夕飯を作ってあげてくれないかな？はあ？アキコが帰ってきてから作ればいいじゃん。俺はせっかくの休みにキッチンに立ちたくないな。ああ、そう。わかったわ。こんな感じで全く協力してくれません。息子がお腹を空かして待つことを思うと、やはり定時で帰ろうと思い直し帰宅しました。ただいまー。なぜかいつもと様子が違います。いつもならお帰りと言いながら、息子が玄関まで走ってきて出迎えてくれるのですが、お友達の家に遊びに行っているのかな？そんなことを考えながらリビングに行くと、夫と私の妹がソファーに仲良く並んで座り、テレビを見ていたのです。あ、お姉ちゃんお帰り。あれ？今日遅くなるんじゃなかったの？ハヤトがお腹空かしちゃうとかわいそうだから。あ、そう。それで、ハヤトは？ああ、あいつなら友達の家に遊びに行ったよ。6時には帰ってこいって言ったんだけど。6時？もう暗くなる時間じゃない。遅くても5時には帰るように言ってくれないと。だって、今日はアキコが帰ってくるのが6時頃になるって言うから、いつもは5時までにって言ってるけど。それで誰の家に行ってるの？知らんけど。それは無責任じゃない？まあまあ、お姉ちゃん、そんなにムキにならないでさ、6時になれば帰ってくるって。ところでさ、香織は今日はどうしたの？近くまで来たから寄ってみたの。そしたらお姉ちゃん、お仕事行ってるって言うじゃん。せっかくだから帰るまで待って、顔見てから帰ろうかなと思ってさ。あ、そうなの。でも私、ちょっとハヤトを探しに行ってくるから。そうだね。じゃあ、私はそろそろ帰ろうかな。ごめんね。お姉ちゃんの都合も聞かずにいきなり来たのは私だから、いいよいいよ。そんな話をしながら、私と妹は一緒に玄関まで行き、息子を探しに行くことに。まず、息子と一番仲のいい友達の家に行ってみました。5時前までは公園で一緒に遊んでいたらしいのですが、その後、息子とは別れて帰宅したと。
私は胸騒ぎがして公園に走っていくと、公園のブランコにポツンと一人腰掛けている息子がいました。私が名前を呼ぶと、息子は顔を上げて私と気づくや駆け寄ってきました。お母さん、どうしてこんなところに一人でいるの？だって今日はお母さん6時にならないと帰ってこないから、6時に家に帰ってきなさいってお父さんに言われて。え？ 6 時までにじゃなくて？ 6 時までは帰ってきちゃダメって言われた。帰ってきてもご飯ないぞって。父親の発言として信じられない言葉です。息子に何事もなかったからいいものの、薄暗い公園で子供が一人でいたなんて、万が一のことがあったらと思うと背筋が冷えるのを感じました。息子と手をつないで自宅に帰ったのですが、本当にほっとしました。家に着くと夫はソファーで寝そべりテレビを見ています。ただいまー。おう、ちょっとあなた隼人に6時まで家に帰ってくるなって言ったの？おう、どうせ明子も6時まで帰ってこないし、友達の家にでもいろって言ったけど。はあ？どうして？お友達だってみんな5時になれば家に帰っちゃうのよ。隼人は公園で一人きりでいたのよ。そっか、友達の家で待たせてもらえなかったのか？そっかじゃないわよ。隼人が危険な目に遭ってたらどうするつもりだったのよ。無責任よ。ああ、そっか。ごめん。夫の軽い返事に唖然としてしまいました。隼人はずっと黙ったままで自室に行ってしまいます。私は急いで夕食の準備をしながら、私が残業しようとしなければ、ユージに連絡なんてしなければ、隼人は寂しい思いや怖い思いをしなくてよかったのに、と後悔していました。それからはきっちり定時で帰宅できるように工夫しながら働くようになったのです。そんなある日、仕事中、学校から電話がかかってきました。何事かと電話に出ると、息子の担任の先生からで、息子が遊具から転落して緊急搬送されたというのです。意識は鮮明で目立った外傷はないけれど、検査のためにということだったので少し安堵しました。私は仕事を切り上げ病院へ向かうことに。その日は夫は休みで家にいるはずなのに、電話をしてみますが出ません。夫の携帯にかけてみてもこちらも出ません。寝てるのかしら。家にいたら保険証を持って病院に来てもらおうと思ったのに。職場から病院へは自宅を通過する位置なので、必要になるであろう保険証を取りに、一旦家に帰ることにしました。玄関の鍵がかかっていたので、夫は出かけてるのかと思い、保険証を取りに寝室に直行します。寝室のドアを開けようとしたとき、誰もいないはずの部屋の中から男女の話し声が聞こえてきました。男性の声は有事で間違いありません。嘘でしょ？自宅に女を連れ込んでる？私は怒りよりも気持ち悪いという思いが勝っていることに自分でもびっくりしました。夫への愛情はもう冷めてるんだなぁと、冷静な自分がいます。中に入るのをためらいましたが、保険証を持って早く病院に行きたい気持ちが勝り、携帯の録画ボタンを押すと勢いよくドアを開けます。すると、夫と妹がベッドで寄り添っていたのです。は？明子、なんでここに？キャーじゃないわよ。香織、あんたここで何してるのよ。それになんでここにって、私の家ですから、帰ってきますよ。お前、録画してるの？やめてくれよ。しっかり証拠として取っておきます。というか、今はあんたたちに構っている暇はないのよ。隼人が病院に運ばれたの。だから保険証を取りに来ただけなの。話は後でしっかりしましょう。私は保険証をバッグに入れ、家を飛び出しました。息子が病院に運ばれたと聞いて急いで服を着ようともしない夫の様子に、わずかに残っていた愛情は木っ端みじんに砕け散ったのです。息子は幸い検査結果に問題なく打撲程度の怪我でした。頭を打っている可能性があるので、一日病院で様子を見ましたが、翌日問題なく帰宅となりました。それにしても不倫相手が妹だったとは、不快感はマックスでしたが、あまり驚きはしませんでした。3歳離れた妹は幼い頃から何でも私のものを欲しがる子。おもちゃも洋服も食べ物も姉が持っているものはすべて自分も持っていないと気が済まない。そういう性格をしていたので、これまで彼氏ができてもその存在を妹に知られないようにしてきました。しかし、
結婚というとそういうわけにもいきません。それでも両親への挨拶は妹のいない時を見計らってしましたし、妹には結婚式当日に初めて有事を紹介しました。さすがに義兄になる人に手を出したりしないだろうと思ったのですが、甘かったみたいです。隼人が退院した後、私、夫、妹で話すことに。そこで仰天の言い訳が飛び出し、私は思わず吹き出してしまいました。この間のは、明子の勘違いだよ。ベッドで香織ちゃんと寝転がっていたのは事実だけど、服着てたし、結婚ってどんな感じか語ってただけなんだよ。動画に残っているのに苦しい言い訳するのね。上着は暑くて脱いでたけど、ズボン履いてたし。そうだよ。お姉ちゃん、安心して。私婚約者いるから。あんたは婚約者がいるのに、姉の夫と関係持つわけ？だから関係なんて持ってないって。二人は逃げ切れると思ったのか全く認めようとはしません。私の勘違いで突き通そうという考えのようです。確かに私が部屋に入った時は行為はしておらず、二人でベッドで添い寝しながら話していた感じだったのですが、でも私がいない日に妹が家に来るのは前回といい今回といい間違いないはずです。堂々巡りの話し合いはキリがないので終わりになったのですが、結局私の勘違いということで片付けられてしまったのでした。納得のいかない私は更新所に調査を依頼。しかし二人は警戒したのか一向に会う様子はなく、時だけが過ぎていきます。そして妹は婚約者と結婚することに。妹の婚約者は資産家の息子で優雅な生活が待っているといった感じでした。私は人の携帯を見るということにかなり抵抗があったのですが、未だに不倫の証拠をつかめずにいたので、夫がお風呂に入っている時など隙を見ては携帯をチェックしてみることに。不思議なことに夫のカバンを探ってみると携帯が2つ出てきました。見慣れたものともう一つ、今まで全く見たことがない携帯です。見慣れた携帯にはロックもかかっておらず、証拠となるものは特に何もありませんでした。もう一つの携帯にはロックが、夫の誕生日ではヒットせず、私のも違います。そこで妹の誕生日を入れてみると、見事にロック解除できました。なんだか複雑な気持ちになりましたが、この頃には私の中では離婚が決まっていましたが、少しでも不倫の証拠をつかんで、息子との新しい生活のために慰謝料をしっかりと請求したいと思っていました。携帯には取引先と会社関係のやり取りが多く、どうやら会社携帯のようでした。しかし、そこに妹との数々の動画と写真が残されています。それらを私のパソコンに送信。バレないように送信履歴はサクッと削除しておきます。離婚一択と私が決心したのにはもう一つの要因があります。それは離婚するかもと相談した時の息子の話に衝撃を受けたからです。お父さんから絶対にお母さんに言っちゃダメって言われてるんだけど。いいのよ、大丈夫。教えてくれる？お父さんがお休みの日は、僕は学校から帰ったら玄関にランドセル置いて外に行かなくちゃいけないの。お家に入っちゃいけないの。どうして？お客さんが来てるから。お客さん？そう、お客さん。でもね、お客さんって誰なんだろうと思って、そっとリビングに行ったらね、香織おばちゃんがいたの。その後も、いつも香織おばちゃんだった。そうなの？それはいつから？お母さんがお仕事に行くようになってから、すぐかな。時には、家に帰らずそのまま友達の家で宿題をして、私が帰宅する頃に家に帰ってくるということもあったようです。息子をないがしろにして不倫に明け暮れているなんて、私は夫にほとほと愛想がつきました。そして証拠動画や写真をどう公開しようか考えていたところ、妹と婚約者が家にやってきました。今日はお姉ちゃんにお願いがあってさ、結婚式と披露宴のメモリアル動画を作ってほしいんだけど、お姉ちゃんの腕を見込んでさ、お願いしたいのよ。私はいいアイデアを思いつき、依頼を受けることにしました。実は私はミュージックビデオの編集を仕事としていて、動画の編集は得意分野です。結婚式当日、
私と夫と息子も新婦の家族として出席し、盛大な結婚式、披露宴は滞りなく終了しました。私は新婦の姉ですが、正直何の感動もありません。夫は不倫相手の結婚式にどんな気持ちで参加したのでしょう。聞きもしなかったのでわかりませんが、妹夫婦から結婚式と披露宴の素材動画を受け取り、編集作業に入りました。その間、妹夫婦は新婚旅行だそうです。のんきなものですよね。メモリアル動画は1週間後の新郎の友人主催の結婚祝うパーティーで披露されるのだとか。私は仕事の合間を縫って編集をしていたためというのを口実にして、わざと当日ギリギリに会場で係の人に手渡したのです。そして私はそのまま帰りました。あれから3日後、気づくと新婚の妹から鬼電がかかっていました。どうしたの？どうしたのじゃないわよ。何よあの動画は。いい感じに編集できたと思うわ。ところどころにあなたのフリーメモリアル動画が散りばめられてて素敵だったでしょ？おかげで離婚されたのよ、私。そりゃあ婚約者がいながら姉の旦那と不倫してたんだから離婚されるでしょうね。なんなのよ。お姉ちゃんは私の姉でしょ？なんで妹を陥れるのよ。妹なら姉の旦那と不倫しても許されるの？私はあんたを許さない。慰謝料だってきっちり払ってもらいますから。え？ちょっと待ってよ。私は妹夫婦の結婚式、披露宴の動画の要所要所に妹と夫の不倫動画を散りばめたのです。妹が結婚前を回想するような感じで、こんな動画がパーティーで流れたのだから参加者は騒然。場内は大パニックだったそうです。動画の中には音声付きの動画もあり、ああ、お兄さんが独身ならな。絶対お兄さんと結婚したのに。婚約者はお金あるけどさ、容姿はぶっちゃけタイプじゃないんだよね。なんて言ってる部分もありました。新郎は顔を真っ赤にして妹に殴りかかる勢いのところを友人にかろうじて止められ、妹は顔を覆って動画を止めてと叫んでいるという地獄絵図。ちょっぴり見たかった気もします。新郎としては結婚前とはいえ、婚約中に不倫していただけでも許せないのに、自分のことをこんな風に言っている相手と婚姻継続は無理でしょう。当然パーティーは途中で中止。新郎は離婚だと叫んで、妹を放って会場から出て行ってしまいました。その後音信不通。翌日、新郎とその両親から正式に離婚を言われ、妹と両親は新郎宅に謝りに出向いていたそうです。次の日は新郎側の弁護士から慰謝料請求の話が来たと。そうして3日経ち、やっと私にクレームを入れたということでした。両親は妹の自分勝手な行動に大激怒で、一緒に新郎宅に謝りには行ってくれたものの、慰謝料の支払いは一切援助しない、親子の縁を切るとまで言われたのです。全部お姉ちゃんのせいよ。何でもかんでも人のせいにすればいいとか考えてるなら大間違いだから。あんたの身勝手な行動でどれだけの人を傷つけたのか分かってる？反省しなさいよ。現在実家に戻ることも許されない妹は夜の街で働きながら借金返済に追われる毎日を送っているみたいです。一方夫はというと、妹は私へ電話をかけてきた後、夫に泣いて電話をしたそうです。夫は仕事から帰ってくるなり怒鳴りつけてきました。おい、アキコ。お前ってひどいやつだな。自分の妹の幸せぶち壊して楽しいか？楽しいわけないでしょ。あなたと香織で私と隼人の幸せをぶち壊しておいてよく言えるわね。あなたとは離婚です。夫の目の前に離婚届を叩きつけます。はあ？離婚？どの口がそんなこと言えるんだ。お前は所詮パートで、俺がいないと生活一つもできないだろ。旦那の不倫くらいでごちゃごちゃ言える立場じゃないんだよ。この後に及んで不倫を肯定してくる態度に怒り心頭です。いいえ、私は今正社員として働いてますけど、給料も軽くあなたを超えたんじゃないかしら。何？ごめん、本当にごめん。もう不倫なんてしないから離婚はしないでくれ。途端に夫は謝罪に転じました。おおよそ離婚して慰謝料と養育費を支払うのが嫌なのでしょう。
しかし、私の気持ちは変わりません。のらりくらりと離婚届へのサインを先延ばしにしようとする夫に呆れ、弁護士を立てます。不倫の証拠があるからには、離婚裁判に持ち込んでも離婚は免れないと諭され、しぶしぶ離婚届にサイン。慰謝料と養育費もしっかり払ってもらいました。加えて、妹の旦那からも慰謝料を請求され、夫は義両親に泣きついたようですが、突き放されたのだとか。今では給料のほとんどを借金返済のために持っていかれ、ボロアパートで細々と生活していると噂で聞きました。現在、私は正社員なのですが、会社の計らいで在宅勤務にしてもらい、息子との時間も十分に確保できる環境です。実家の近くにマンションを借り、もしもの時は両親が協力してくれることになっていて、息子と共にのびのびと楽しく暮らしています。私の名前はサキ。34歳、会社員です。少し昔の話になりますが、私たち家族にはちょっとした秘密があります。10年前、私は24歳で4歳上の夫の亮、3歳の長女ふみ、そして1歳の次男亮太と4人で暮らしていました。友人の勧めで出会った亮とお付き合いをしていた最中、私の妊娠が発覚。私たちはそれを機に結婚することになりました。子供たちはとても可愛く育ってくれていたのですが、私にはとある悩みがありました。それは、夫の亮が長女ふみに冷たく当たることです。私はふみを産んでからすぐに長男を妊娠したのですが、性別が分かったと同時に流産。とてつもない悲しみに包まれましたが、幸いにもすぐに次男を妊娠しました。ほどなくして次男を出産したとき、本当にほっと安心したものです。夫も次男の誕生を心から喜んでくれました。俺の名前が亮だから、息子のお前は亮太だな。そう言って笑ってくれた顔は、今でも昨日のことのように覚えています。しかし、それ以降亮は、亮太にばかり構って、文などまるでいないもののように扱うようになったのです。もともと亮は文が生まれた時も、ひょっとして子供が苦手だったのかと思うくらい、文のことを気にかける様子はありませんでした。そしてそれは義母も同じです。義母は我が家から徒歩で10分程度の距離で一人暮らしをしていました。義母はどうも結婚当初から嫁である私のことが気に食わないようだったのです。サキさんは本当に容量が悪くてイライラするわね。お片付けも下手くそだし、お料理の手際も悪いし。呼びもしないのに我が家に来ては、そんな口を叩くのもしょっちゅうでした。義母は看護師をしており、パートしかしていない私のことをいつも馬鹿にしていました。早くに亡くなった義父の代わりに、女で一つで亮を育てたことが誇りだったのでしょう。その上、私一人だけなら構わないのですが、まだ3歳の文にまで辛く当たるのです。文が挨拶しても無視。亮太のおもちゃは山のように買ってあげるのに、文には何一つ買ってくれることはありません。文、見ていて不愉快だからあっちに行っててちょうだい。亮太くんの邪魔になるでしょ。亮太は可愛いな。それに引き換え、文はブサイクで、本当にがっかりだ。父親である亮だけでなく、祖母である義母にまで冷たくされる文。3歳児ながら本人にも冷遇されているのはわかるようで、いつもうつむくようになってしまいました。文は俺の子供なんかじゃない。他人の子供みたいだな。サキさんもだけど、文も家族だとは思えないわ。私と文から少し離れると、ことあるごとにそう言っているのも知っていました。あまりにも文がかわいそうなので、亮にやめるように相談しても、まるで聞き入れません。文は俺に似ていないから、それに亮太は初めての男の子だから、母さんも俺も可愛いんだよ。何でもないかのようにそう言うばかり。誰かに話すにも、実の両親にはとても相談できません。信頼できる友人にたまに愚痴をこぼしながら、毎日を過ごしていました。悶々とした気持ちで過ごしていたある日、事件が起きました。亮は営業の仕事をしている関係上、いつも接待などで帰りが遅い人。その日も帰りが遅く、帰宅するなりお風呂に直行してしまいました。脱ぎ散らかした洋服を集めていると、ポケットに何かの紙が入っています。何かと思って開くと、それはラブホテルのレシートだったのです。
私は我慢できず、お風呂場に直行してしまいました。ちょっとりょう、これは何なの？私が怒鳴ると、りょうはさっと顔色を変えました。何それ？どこから？あんたの洋服のポケットからよ。日付だって今日のものじゃない。どういうこと？私の問いかけに、りょうは最初こそ固まっていました。しかし、すぐに開き直って怒鳴り返してきたのです。俺が誰かと浮気していたところで、なんだって言うんだ。お前が相手をしてくれないんなら仕方ないじゃないか。りょうの態度に私は唖然としました。浮気をしたことを認めるばかりか、その原因をなすりつけるだなんて。私が何も言い返せなくなっているうちに、りょうは話し合おうともせず、お風呂から出て部屋に閉じこもってしまいました。その翌日は日曜日でした。休みの日、りょうはりょうたにかかりっきりです。おむつを変えたり、生やしたり、何でもやってあげるパパ。何も知らない人が見れば、さぞ理想的な父親に見えるでしょう。ですが、この日は前日のごたごたを引きずって、りょうは目に見えて不機嫌でした。いつも通りりょうたのお世話をしながら、脇にいるふみはいつも通り見て見ぬふり。その上ちょっと物を落とすだけで舌打ちしたり、いかにも怖い雰囲気を漂わせていました。昨日の話を問いただしたいけど、ひとまず落ち着くまで待とう。そう思い、りょうたをりょうに任せているうちに洗濯物を干している時のこと。大きな泣き声が聞こえてきて、私は飛び上がりました。急いで部屋に戻ると、号泣しているふみと、ぐずるりょうたをあやしているりょうがいました。りょうの表情は怒りそのものです。ちょっと、どうしたのよ。私が聞くと、りょうはイライラと返します。ふみがりょうたのことをぶったから、俺が殴り返してやったんだ。本当にこいつはダメなやつだな。しつけがなってないんだよ。りょうの言葉に、私はとっさにふみのもとに駆け寄りました。ふみの右頬は真っ赤に腫れ上がり、力いっぱい殴られたことが明らかです。ふみ、かわいそうに、パパの言うことは本当なの？ふみに尋ねると、ふみは力強く首を横に振ります。ぶってなんかいない。ほっぺを撫でてあげただけなの。すっかり怯えきった小さな声。たった3歳の子にこんなことをするだなんて。こんな力で殴るなんて、ふみは女の子なのよ。自分の子になんてことするの？私はりょうに怒鳴り返しました。知るか。そいつは俺の子供じゃないんだ。またそんなことを冗談でも言わないでっていつも言っているでしょ。私が言い返すも、りょうは忌々しい顔でこちらを見てきました。そして信じられない言葉を投げかけてきたのです。冗談なんかじゃない。ちっとも俺と似ていないし、どうせお前が浮気して作った子供なんだろう。何を言っているのよ。昨日は自分の浮気を隠そうともせず、今日は私が浮気したのだという。一体この人は何を言っているのだろう。そう思っていると、ちょうど義母が家を訪ねてきました。義母は、りょうが休みの日は必ずと言っていいほど家に来ていたのです。リビングでの光景を見ると、さすがに驚いた顔で立ち尽くします。どうしたの？りょうたくんに何かあったの？こんな時でもふみの心配はされないのかと思っていると、りょうが義母に駆け寄りました。母さん聞いてくれよ。りょうは一部始終を義母に語ります。最初はうなずいていた義母でしたが、話が終わると厳しい目で私を見ました。さきさん、あなたが悪いわね。りょうは毎日仕事をしていて疲れているのに、ふみの教育が悪いからってイライラさせて、嫁失格よ。そんな、私は絶句しました。お母さん、ですがりょうは昨日浮気を認めたんです。その上、ふみは自分の子じゃない。私が浮気したんだろうって言うんです。おかしいでしょ？私が感情のままに言い募るも、義母はますます目をつり上げます。浮気の一つや二つ、受け入れられなくてなんだっていうの？それに、ふみは本当にちっともりょうに似たところがなくて、家族だとは思えないわ。義母の言葉に、りょうは調子よく乗っかります。母さん、やっぱり俺もおかしいと思っていたんだよ。きっとさきは俺じゃない男とできていたんだ。そうだろう。だとしたらさきさん、あんたの方こそ浮気女よ。一体誰と作った子なんだい。怒鳴ってくる姑。私は二人が一体何を言っているのか全く理解できませんでした。りょうの浮気を認めないばかりか、
私が浮気だなんて、そんなバカなことはありません。もういいです。しばらく距離を置かせてください。私はそう言って、ふみを連れて荷物をまとめました。良太のことは、夫も義母も手放そうとはしませんでしたが、無理やり奪い取って家を出ました。このまま離婚してやりたい。その一心で私は実家へと向かったのです。その日の夜、実家に到着するなり、ふみも良太も疲れ切ったのか寝入ってしまっていました。二人は本当に仲のいい兄弟で、寝るときはいつも一緒です。事の顛末を語ると、実両親は顔を真っ赤にして怒り狂いました。ふみちゃんになんてことを、まだ3歳なのにそんなひどい目にあって。涙ぐむ母、父は怒りを顔ににじませながらも迷ったように口を開きました。りょうくんもあちらのお母さんも本当にふざけた人だ。だがそんなに自分の子じゃないと何度も言うのもちょっと変だな。確かにそれもそうなんだけど、以前から義母も良もふみに辛く当たるたびにうちの子じゃないと言っていました。ですがふみは正真正銘私が産んだ子供です。一体どうしてそんなことを言われるのか。この時に思っていた疑問がある理由ですっかり晴れることになるのです。数ヶ月後の日曜日、私は久しぶりに自宅に帰ることになりました。良と義母は何かと私に連絡をよこしては、良太はどうしている？早く良太を連れて戻ってこい、と言うばかり。私は話がしたいのでこの日に帰ります、とだけメールを入れ、家に向かいました。玄関を開けると、良と呼んでもいない義母が駆け寄ってきました。しかし私が一人なのを見て、あからさまに機嫌を損ねた様子です。なに、一人でのこのこ帰ってきているわけ？良太くんは。お前一人で何の話があるって言うんだよ。自分の浮気の謝罪でもするか？憎まれ口を叩く二人に私は怒りを何とかこらえます。お話があるのでリビングに行ってもいいですか？二人はしぶしぶといった顔でリビングに向かいました。そして私は目の前のテーブルにとある書類を差し出します。離婚届です。私と離婚してください。私の宣言に夫は驚くどころか鼻でせせら笑いました。お前が離婚？何言ってるんだ？離婚だなんてパート風情が社会を甘く見ているのね。さもおかしなことのように二人は笑い転げます。亮は散々笑った後、思いついたかのように付け加えました。まあ、離婚してやってもいいけど、離婚の責任はお前だからな。お前のせいで家庭は台無しになったんだからな。違うか？そうよ。慰謝料だってたっぷり払ってもらいますからね。ふみなんかどうでもいいけど、亮太くんの親権だって私たちのものよ。よくもまあ好き勝手なことばかり。光を理性で押さえつけ、私は冷たく言い放ちます。離婚したら、親権はふみも亮太も私のものです。あなた方には指一本触らせません。すると、それまで笑っていた亮と義母の顔が一転、鬼のような形相になりました。嫁のくせに何を偉そうに、大きな口を叩くな。パートごときが子供を育てられるわけないでしょう。いいから亮太くんを渡しなさいよ。浮気してふみなんかを産んだくせに、この浮気女。口々に叫んでくる二人に、私はさらにもう一つの書類を差し出しました。ふみ、本当に私の子でもないようでしたね。そう言うと、亮と義母はさっと顔色を変えました。私は義母の方をじっと見つめます。どうしてこうなったのか、身に覚えがありますよね、お母さん。私が差し出したのは DNA 鑑定書。そこには、母と思われる女性先は、子と思われる女性ふみとの生物学的親子関係が認められないと記入されていました。きっかけは私の友人の母でした。私が亮と義母のことをいつも相談していた友人の母は、偶然にも義母と同僚の看護師だったのです。義母と友人の母は産院の看護師。私は義母の勧め。というより、半ば強制的に義母の勤める産院で出産したのです。実家に帰った私に友人の母は、気になることがあって話がしたいと持ちかけてきました。そこで聞いたのは、にわかには信じがたい話だったのです。さきさんがふみちゃんを出産したとき、緊急の帝王切開が入ったの。そこで、さきさんと全く同じくらいの時間で、とある女性が出産したのよ。今思えば、
その時の義母さんの行動がすごくおかしくて。友人母曰く、義母は私の子供を処置室に入れると言って、長いこと帰ってこなかったそうです。妙に長い時間帰ってこなかったので、探しに行ったところ、すでにネームタグをつけた赤ちゃんを抱いていたとのこと。そのネームタグの名前は私の名前ではなかったそうです。私も出産の時を思い出しました。産後、赤ちゃんの処置があるとかで、義母は赤ちゃんを一切私に触らせずにどこかへ連れて行ってしまったのです。赤ちゃんに会えたのは翌日になってから。つまり、取り替えた可能性があるってことですか？聞き返しながら私は震えが止まりませんでした。あまりにも恐ろしいことが起きている可能性に頭が追いつきません。ただの気のせいならいいのよ。でもね、そもそも帝王切開になった患者さんだって、お産が近づいていたとかそういうわけではなかったの。あの日のあの時間がいいって、ものすごく無理を言って処置をしたの。その指示だって、義母さんが押し通したのよ。私は友人の母の勧めで DNA 鑑定を行いました。その結果がこれ。ふみは私の子ではないとそう書いてありました。今まで信じていたものが足元から崩れたような気分です。だとしたら、この子は一体どこの誰の子なのでしょうか。私が絶望していた時、タイミングよくもう一つの知らせが届きました。その知らせと DNA 鑑定の結果を携えて、私は亮と義母に対面することを決めたのです。亮、あなたは浮気相手のミクさんとは結婚前からずっと続いていたのね。お母さんもそれをご存知で、ミクさんの子供だったフミと私の子供を取り替えたんですね。私は目の前で顔色を青くしている亮と義母に、さらにもう一つの書類を差し出します。書類に目を落として、亮は息を飲みました。その書類は、亮の浮気調査結果の報告書。私が DNA 鑑定を待っている間、父と母が亮の浮気調査を依頼していたのです。結果は真っ黒。ミクさんは私が思っていたよりずっと亮と深い関係にあったのです。亮は私が家にいないのをいいことに、ミクさんをまるで妻のように家に連れ込んでいました。驚いたのはそこに違和感なく義母が紛れていたこと。お母さんはずっと前からミクさんと亮に結婚して欲しかったんですね。でも亮は私と結婚して子供までできてしまった。私が話すと義母は恨みがましく睨みつけてきました。あんたが妊娠さえしなけりゃ全部思い通りにいったのに。義母の話によると真相はこうでした。ミクさんは義母の親友のお嬢さん。私と亮が出会うより前から亮とミクさんは深い仲にありました。すっかり二人は結婚すると思っていた義母。しかし、亮は同時に付き合っていた上に妊娠が判明した私の方と結婚することになってしまいました。ほどなくしてミクさんも妊娠していたことがわかります。そこで義母は亮に提案したのです。サキさんの子供なんかどうでもいいわ。どうしてもミクさんと亮の子供を育てたいの。お願いだからそうさせてちょうだい。亮は最初は驚いていたそうですが、義母の必死の頼みを断ることはできなかったようです。ミクさんはというと、お世話になっている義母さんの頼みだからいいですよ、とまさかの快諾。そして義母は赤ちゃんを取り替えたのです。つまり、フミはミクさんと亮の子供。でも、育てているうちにフミは亮に全然似ていないし、サキさんばかりに懐いて可愛くなくなってきたの。でも亮太は亮にそっくり。だんだん、私とフミの二人が邪魔になってきた義母と亮。そこで義母たちはとんでもないことを考えついたのです。サキが浮気していたことにすれば、亮太の親権は俺がもらえる。その上、慰謝料も養育費もサキからもらえていいことばかりだ。だからミクと結婚し直せばいい。そう考えて、私とフミを追い出すつもりだったということでした。一連の話を終えて、私は長いため息をつきます。今回のことは弁護士に相談しました。お母さん、あなたのしたことは犯罪です。どう処理するかは弁護士さんと話します。私の犯罪という言葉に義母は表情を固くしました。しかし亮は真っ青な顔色のまま、必死の目で私を見ます。フミのことは悪かった。だけど亮太だけは置いていってくれ。俺の大切な息子なんだ。私のことはどうだっていいわ。でも亮太くんだけはお願い。亮と義母の顔は真剣そのものでした。
しかし、私の決意は変わりません。子供は2人とも私が親権を取ります。亮、あなたにもお母さんにも慰謝料を請求するから覚悟してね。そう言い捨てると、私は席を立ってリビングを後にしました。引き止める亮の声に何も聞こえないふりをします。亮は亮太にだけは確かにいい父親でした。しかし、文を殴った時のあの恐ろしい顔を思い出すと、絶対に亮に子供を渡すわけにはいかない。そう強く決心しました。その後、亮と義母はギリギリまで亮太の親権を獲得するつもりだったようでしたが、結局断念することに。理由は、亮の文への家庭内暴力と義母の犯罪行為でした。義母は自分のことはどうだっていいと言っていたので、迷うことなく通報済み。案の定、義母は勤め先を即刻クビになり、今も裁判が続いています。亮はミクさんとやり直すのかと思いきや、犯罪者の息子は嫌という理由でミクさんに振られたそうです。そして、こちらも会社にまで義母の行為が広まってしまった結果、花形だった営業職から左遷、聞いたこともないような遠くの部署に飛ばされたとか。その上、私の請求した慰謝料を義母の分まで肩代わりすることになり、必死の思いで働くことになったとのこと。私たち家族はというと、探偵や調査会社を駆使した結果、私の子供はとある児童養護施設で育てられていることが判明。どうやらミクさんは代わりに私の子供を受け取ったのはいいものの、育てる気は最初からこれっぽっちもなかったようです。いろいろあったものの、無事私の子供として引き取ることができました。舞というその子はあまりにも私にそっくりで、施設の人も驚いたほどです。ふみが受け入れてくれるかだけが心配だったものの、ふみは舞を目にした瞬間大喜び。新しいお姉ちゃんができた。私のお姉ちゃん。そう言って舞に抱きついたので、思わず涙がこぼれてしまいました。ふみより少しだけ背が高かった舞もびっくりしていたものの、すぐにふみと打ち解けて一安心。私はパート先で何とか正社員に採用してもらい、実家の力を借りながら必死に、しかし楽しく子育てをしています。あんなに小さかったふみと舞も10年経った今はもう中学生です。すっかりやんちゃになった亮太と3人で少し変わった兄弟として今も仲良く暮らしています。もしタイムマシンを使えるなら過去か未来どちらに行きたいか。そう聞かれれば私は間違いなく過去と答えるだろう。元夫にプロポーズをされた1年半前のあの日、あのレストラン。そこへ行って過去の私にどうか考え直して彼とは別れてと死ぬ気で訴えたい。熱に浮かされていた私もさすがに未来からやってきた自分の忠告は聞き入れるはずだ。そう思うほど私の結婚生活は無駄な時間だった。元夫との出会いはたまたま同僚と一緒に訪れたバー。カウンター席でマスターと談笑していた彼はいかにも常連客という雰囲気を醸し出していた。近くに座った私たちに気づくと、どうもと会釈をしてきたがそれっきりでマスターを交えて軽く会話をした程度。帰り支度をしてお会計をしようとしたら、なんと先に店を後にしていた元夫が私たちの分まで済ませてくれていたのだ。こんなこと現実にあるのね。普通なら初対面の人にこんなキザなことをされて気持ち悪がるのかもしれない。実際一緒に行っていた同僚は、なんか変な人、と眉を潜めていた。しかしそういうことに疎かった私は、そんな彼に興味を抱いてしまったのだ。これがすべての始まりだった。数日後、お礼を伝えようと今度は一人でそのバーを訪れた。この前と同じ席に座る元夫を見つけて正直心が躍った。先日はありがとうございました。いえいえ、大したことじゃありませんから。お礼と言ってはなんですが、今日は私にご馳走させてください。そんなこといけませんよ。外では男が払うのが当然ですから。話しかけてみると、やはりかっこつけたようなところがあるが、多趣味な彼の話は面白く、バー以外でも2人でデートをする中に、やがてお付き合いが始まり、あれよあれよという間にプロポーズされて結婚が決まった。結婚の条件として強く要望されたのはただ一つ。
私が仕事を辞めて家庭に入ること、つまり専業主婦になってくれということだった。すぐに子供が欲しいってわけじゃないでしょ。将来のことを考えたら今のうちに共働きで頑張って貯金した方がいいと思うんだけど。夫の稼ぎだけじゃ生活できないんだなんて職場の人に思われたら嫌だろ。そんな恥ずかしい思いお前にはしてほしくないんだ。私は全然気にしないけど、仕事を続ける理由なんて人それぞれだし、私の職場の人もそんなこと思わないと思うけどな。俺の稼ぎだけでも夫婦二人なら十分やっていけるだろ。とにかく仕事はやめて俺のサポートをしてほしいんだ。子供のこととか考えてまた働けるタイミングが来た時に正社員なりパートなりで就職すればいいんじゃない？確かにそうだけど、まああなたがそこまで言うのなら分かったわ。そうするね。今となってはここで違和感を感じるべきだったのだと後悔している。私に恥ずかしい思いをさせたくないなんて言っていたけど、本心は違っていたようだ。本当は元夫自身が嫁を働きに出すような解消のない男だと思われたくないと考えていたのだろう。そう、元夫は異常に世間体を気にする見えっ張りなプライド激高男だったのだ。まあ出会いの場面からその片鱗はあったのだが、私の方が稼ぎが良かったことも元夫にしてみれば気に食わなかったのだと思う。そんなことに気づかないまま私が条件を飲む形で結婚することに。しかし一緒に暮らし始めて数ヶ月が経った頃、元夫の本性が顕著に現れてきたのだ。おかえりなさい。はあ、今日も一日ハードで疲れたわ。マジで昼飯食う時間もなかったし。誰かさんとは違って毎日上司や取引先に気を使いながら働いてるから精神力もそがれるんだよな。家でのんきに家事だけしてればいいなんて本当に羨ましいわ。俺も生まれ変わったら旦那の稼ぎに寄生して生きていける誰かさんみたいな主婦になりたいわ。お前は何も悩み事がなさそうでいいな。上司に期待されるできる営業マンの悩みなんてわからないだろ。ねえ、なんかあったの？は？なんもないけど。だって事実だろ。言い返したいならお前も自力で稼いでみたらどう？別に言い返したいわけじゃないけど。帰ってくるなり仕事の愚痴というか、もはや私に対して嫌味や暴言を吐き続ける元夫。寝る時間になっても変わらずその調子で。明日4件もアポ入ってるわ、ダーリー。それに比べてお前は家事する以外自由時間？いいよな。マジ変わってほしいわ。そりゃちょっとくらいは趣味に費やす時間もあるけど、でもそんな言い方はないんじゃない？もういいよ。お前と話しても無駄。俺は明日も仕事なんでゆっくり寝かせてくれ。これって八つ当たり？何か会社で嫌なことでもあったのかな？こんな嫌味を言うような人じゃなかったのに。きっとその日は虫の居所が悪かったのだろうと思っていたが、その翌日からも元夫の言動はずっとそんな感じだった。はあ、俺が働いて稼いだ金なのに無職の誰かさんに好きに使われてると思うと萎えるわ。今月調子いいから給料30万はいくだろうな。それも使われるなんて虚しい。そんな、私好きになんて使ってないよ。食費だってあなたからもらった予算内に収めるように節約頑張ってるし。無職のくせに言い訳するんだ。へえ。言い訳って？お前の言う節約って手抜きして晩飯の品数減らしてるだけだろ。今日もどうせ一日中ダラダラしてたくせにこんなしょうもない晩飯しか用意できなかったのか？マジで信じられないんだけど。ねえ、最近のあなたおかしいよ。言いたいことがあるならはっきり言って。は？口答えするつもりか？嫌なら出てってくれていいんだよ。って稼ぎもないしどこも行くあてないんだったな。確かに私は母子家庭で育ち、その母も病気で数年前に亡くなっている。親戚付き合いも薄く、元夫の言うことは正しかった。
そんな事情も知ってか、元夫は私に好き勝手なことを言っても大丈夫だと思っているのだろう。私は好きで無職になったわけじゃないんだけどな。自分が専業主婦になってほしいって言ったことを忘れたの？それともこれが本当の人格だったってことか？何を言っても言い訳するな、口答えするなら出ていけと火に油の状態。私を見下す発言がやむことはなく、聞き流すように努力していたが、2ヶ月経っても変化なし。このままじゃいけないと思った私は、ある日曜日、元夫との話し合いの場を設けることに。あなた、いつもお仕事お疲れ様。ありがとうね。せっかくの休日にゆっくりしてるところ悪いんだけど、大事な話があるの。貴重な時間だって分かってるけど、私に少しだけ時間をもらえないかな。できる限り下手に出てご機嫌を伺いながらそう言うと、彼はしぶしぶリビングの椅子に腰掛けた。結婚してからのあなた、毎日私に文句言ってくるでしょ？何か不満に思ってることがあるなら聞かせてほしいの。私たち夫婦なんだから、お互い歩み寄る努力が必要だと思うのよ。はあ？なんで俺が努力しなきゃいけねえの？お前は寄生虫のくせにそれ本気で言ってる？あなたはそうやっていつも専業主婦のことを見下してるけど、一説には専業主婦を月収換算すると15万円から20万円ぐらいが妥当だって言われてるのよ。あなたが思ってる以上にやることがあるし大変なの。それに私はあなたの要求を受け入れて専業主婦になった。そのことを忘れたの？ああ、もううるさい。そういう理屈っぽいところが前から気に食わなかったんだよ。お前みたいな口うるさい寄生虫とは離婚する。されたら困るだろうけどな。え？ちょっと急に何言い出すのよ。ちょっと待っておけよ。と言ってから自室に戻り、手に何かを持ってすぐにリビングへ戻ってきた。ドンという大きな音とともにテーブルに叩きつけられたのは、夫の記入欄がすでに埋められた離婚届。ちょうどよかった。この前仕事の用事で役所に行った時、ついでにもらって記入しといたんだ。いや、俺って本当に仕事ができすぎて困るわ。本気なの？当たり前だろ。もう寄生虫にとやかく言われるのはうんざりなんだよ。記入して提出しておいてくれ。お前暇なんだからいつでも役所に持っていけるよな。ああ、今なら最後のチャンスをやってもいいぞ。ここで土下座して謝ったら考え直してやる。それが嫌なら離婚だ。俺に養ってもらってた今までの生活のありがたみをせいぜい思い知るんだな。その言葉を聞いて、すでに霧の向こうにうっすら見える程度だったこの人と夫婦を続けていくという選択肢がパタリと消滅したのだ。ふふはあ？急にどうしたんだ？いきなり離婚を切り出されて頭おかしくなったのか？喜んで離婚させていただきます。はあ？お前本気か？稼ぎのないお前が一人で生きていけるほど世間は甘くないぞ。心配していただかなくて結構です。もう新居の目星もつけてあるので明日には出ていきます。ちょっと待てよ。慌てふためく元夫をよそめに離婚届に記入する私。元夫の方から離婚を言い出してくれるとは想定外だったが、この展開は願ったり叶ったり。今回の話し合いで元夫の態度が改まる気配がなければ、こちらから離婚を切り出そうと思っていたのだ。翌日、私は少しずつまとめていた荷物を持って宣言通り家を出た。前もって不動産屋へ相談し、事情を話して、残高証明書の提出で入居審査をパスできるところをピックアップしてもらっていたのだ。結婚する前までは割といい給料をもらっていた上に、そのほとんどを貯蓄していたので、審査は余裕で通過するだろうとのことだった。しかし、こんなにトントン拍子に離婚が決まるとは思っておらず、審査の結果が出るまではしばらくビジネスホテルに滞在することにした。チェックイン後ベッドに腰掛け一息つくと、スマホには元夫からのメッセージが。これが最終通告だ。今謝れば許してやってもいい。とか、現実を見ろ。俺の稼ぎがないと生きていけないんだぞ。などなど、
最後の最後まで上から目線の元夫にほとほと愛想がつき大きなため息をついた。そして私が手荷物から取り出したのはタブレットとタッチペン。私はこれで稼いで生きていくんだから。実は結婚してから空いた時間に趣味で続けてきたことがある。それは幼い頃から得意だったイラストを描いて SNS にアップすること。たまに投稿がバズることもあり、フォロワーはいつの間にか3万人を数えるほどになっていた。当初企業からの案件はお断りしていたが、元夫の暴言が目立つようになってからは積極的に受けるようになり、そこそこ収入も得られるように。まだ不安定だが、いろいろな案件が重なった今月の報酬はざっと300万円ぐらいになり、喜んで離婚に応じたのはこのことが理由でもある。今まで SNS で得たお金は夫婦の将来のためにと思ってすべて貯金。もちろん今年は確定申告をする必要があり、そのタイミングが来たら元夫に告白しようと思っていたので、彼はまだこのことを知らない。趣味で始めたことでここまで稼げるようになるとは思ってもいなかった。離婚をきっかけにこれからはより一層身を入れて頑張るつもりだから、稼ぎに関して元夫に何を言われようと気にならないのである。こうなる前にカミングアウトしていたら寄生虫呼ばわりされることもなかったのかもしれない。しかし結婚の条件として専業主婦になった手前、収入と言える額を内緒で稼いでいることを言い出しづらかったのは事実。ただそうでなくてもパートナーからあれだけの暴言を吐かれていいわけがない。離婚に際して相談に行った弁護士事務所では、元夫の言動がモラハラに当たるとあっさり認定してくれた。私はもともと日記を書く習慣があり、元夫から吐き捨てられた暴言を事細かに記録していたことが功を奏したのだ。さらに最後の話し合いの場では、スマホのボイスメモ機能で一部始終を録音していた。これだけの証拠があれば慰謝料請求は可能ですよ。あなたのお話から推測するに、元旦那さんはかなりのプライドの持ち主。婚姻期間は短いですが、強気の額を提示して交渉に当たってみます。はい、お願いします。正直、これ以上元夫とは関わりたくなかった。しかし、彼との結婚生活という無駄な時間を過ごしてしまったことをただで終わらせるのも尺だったし、散々好き放題言われた復讐が少しでもできるならと思い、弁護士に依頼をした。そして後日弁護士から受けた報告によると、予想通り大ごとになって周囲に知られるのを恐れているようで、こちらの提示した額をすんなり受け入れました。とのことだった。さすがプライド激高男。こうして私は相場よりも高い慰謝料200万円を受け取り、1年にも満たない結婚生活に終止符を打ったのだ。ちなみに離婚成立後、元夫と出会った日から夫婦関係を終結させた日までの日記をごっそりと破り、箱に収めて棚の奥の方にしまい込んだ。元夫と過ごした日々は文字通り私の黒歴史。正直燃やしてしまおうかとも考えたが、こんな変な男に捕まってしまった自分への戒めとして保管しておくことにした。そんな私からアドバイスがあるとすれば、この3つ。1、結婚前に条件やルールをとことんすり合わせること。特に仕事のこと、家計のことなどお金関係は慎重に。なあなあで結婚するといつか必ず揉める時が来る。2、ハラスメントだという自覚がなくても、パートナーからの暴言や暴力などについて細かく記録しておくこと。少しでも違和感を感じたら日付と詳細をメモしておくこと。相手に見つかった時のためにコピーやバックアップを取ることも忘れずに。後々強力な盾となって自分の身を守ってくれるだろう。そして最後に、3、キザな奴には気をつけろ。そうしないと私みたいに変な男に捕まってしまうから。どうして結婚前に本性を見抜けなかったのか、一生の不覚だ。離婚後元夫からは弁護士を通じて2度の伝言があった。1度目は離婚してすぐに車のローンを払ってくれというもの。あの車一括で買ったって？まさか見え張って嘘ついてたの？
しかも結婚前に買った外車で汚されるのが嫌だからって乗せてもらったこともないのに。どこまでもプライドの高い方ですね。しかしそういうことならあなたには支払う義務はない可能性が高いでしょう。後日その旨を伝えてもらったのだが、元夫は、どうしてお前の稼ぎの分け前が俺にないんだ。離婚したおかげでお前は働けているんだろうと意味不明なことをわめいていたらしい。様々な離婚問題を扱ってきたという弁護士もさすがに呆れ返っていた。そして懲りずに2度目の伝言が来たのはその半年後。内容は俺の味方をしてくれということらしいです。はあ？詳しく聞いてみると、元夫の遅刻や二日酔いが職場で問題になり、職務怠慢で言及されそうだから、なんとか上司に掛け合ってくれとのこと。どうやら私に使ったのと同じ手口でナンパするために、例のバーに毎晩通っているが、あえなく撃沈。憂さ晴らしにお酒を煽っているせいで仕事に悪影響を及ぼしているらしい。そんなの私の知ったこっちゃないわ。もう今後一切伝言は取り継いでいただかなくて結構です。わかりました。私がこんなこと言うのはあれですが、本当に救いようのない人ですね。あ、最後に私からの伝言をお願いします。すべてあなたの行動が元凶です。甘んじて処分を受けなさい。と伝えてください。その後、元夫は飲み代が高くつくせいで貯金はほぼゼロ。その上しつこく女性客に声をかけるものだから、バーからは出禁を食らうことに。発給からは車のローンも払えずに、泣く泣く自慢の愛車を手放した。今は身の丈にあった軽自動車に乗り換えたようだが、知り合いに見られるのが恥ずかしいからと、変装のためにカツラと帽子とマスク、それにサングラスをかけて運転しているそうだ。想像しただけで滑稽で笑えてくる。元夫が痛い目を見ることになってせいせいしたが、私が浪費してしまった時間が返ってくることはない。皆様もキザでプライドの高すぎる男に捕まって時間を無駄にすることがないように要注意だ。私はさやか。夫のヒロトとは職場で出会いそのまま結婚しました。私は大手保険会社の営業マンとして入社し、当時ヒロトは先輩にあたるポジションにいたので、業務の知識や営業のコツなどペアになっていろいろ教えてもらうことに。今日は営業先に一緒に来てもらうよ。そのうち自分で契約を取ってこなきゃいけないからね。ちゃんとメモ取るんだぞ。はい、わかりました。よろしくお願いします。会社でもずば抜けて営業成績の良かったヒロトから学ぶことは多く、私は人一倍早く営業スキルを身につけられました。今日はとても勉強になりました。でも、先輩みたいにうまく相手の心をつかめる気がしなくて、正直自信ないです。大丈夫さ。コツがつかめたらさやかもすぐ契約取れるようになるよ。まだ駆け出しなんだから、あんまり気負わずに、わからないことがあったら何でも聞いてくれよな。そうですよね。まだ駆け出しなのに、こんな弱音を吐いてしまってすみません。私、頑張ります。ありがとうございます。そして一緒に営業に出るうちに、私たちは仲を深めていき、私が独り立ちしてからも相談に乗ってもらうことも多々あり、そのうち恋愛に発展していったのです。付き合った当初、頭も良く仕事もできるヒロトは周りからの評判も良く自慢の彼氏でした。あっという間に結婚にも至り、新婚生活も順調と言いたいところですが、あらさやかさんこんにちは。遊びに来たのよ。ヒロトもいるかしら。お母さん、ご無沙汰してます。まさか今日いらっしゃるとは思っていなかったので、何も用意ができなくて恐縮ですが、義母はそんな私と目を合わせることもなく、ずかずかと家に上がり込みます。そう、私は義両親が苦手なのです。とは言っても、うまくやらないといけないことは分かっていたので、ある程度距離を置きつつ、なんとかやっていました。母さん、どうしたんだよ。今日は父さんは一緒じゃないんだね。あなたの顔を見に来ただけよ。元気にしていたかしら。結婚を機に、義両親が私たちの関係に口を出すようになったのです。はじめのうちは、私もこれくらいはと我慢していたのですが、
エスカレートするにつれて夫がおかしくなっていき、私たちの関係は徐々に崩れ始めました。ヒロト、転職したらどう？高卒のさやかさんと同じ職場なんて情けないわ。あなた大学も出たんだから、もっといい仕事がたくさんあるはずよ。義母は私の前だろうと、平気でこのようなことを言います。確かに私は高卒ですが、ヒロトのおかげで営業の成績もかなり伸びていき、夫も学歴のことなんか気にしていないだろうと思っていたのですが、母さん、そうかもしれないな。今の会社じゃ、さやかとほとんど収入も変わらないんだよ。よく考えるとおかしいよな。え？何それ？ヒロトまでそんなこと言うの？だいたい学歴だけで人を見るっていつの時代よ。そうよ。だからね、転職先、お母さんが探してあげるから、今の会社辞めちゃいなさいよ。あなたは特別なのよ。こんなところで終わるような器じゃないもの。母さん、ありがとう。そんな風に俺を理解してくれるのは母さんだけだよ。俺もっと稼いで、母さんと父さんに楽させてあげるからね。今考えると、一人っ子だった夫は、幼少期から義両親からの過剰な期待に応えるために、頑張る癖がついていたのかもしれません。仕事をしている時の夫とは大違い。明らかに間違っていたとしても、両親の意見が全てといった感じなのです。辞めるなんて絶対に反対だわ。今だってトップの営業成績で、きっとヒロトはそのうち昇進もする。そうしたら私なんかよりずっと稼ぐようになるのに。両親が帰った後、夫と話をしました。ヒロト、まさか本当に仕事辞めようなんて思ってないよね。いや、辞めるつもりだけど。それに、母さんと約束したんだから、もっといい仕事も探してくれるんだぞ。え？でも、今でも十分稼いでるし、あなたは会社に必要な人材よ。今の営業成績なら、昇進だって目の前だと思うわ。夫はさすがに私の意見に納得してくれると思っていました。どう考えても、仕事でかなりうまくいっているし、営業の仕事が向いているということは、その背中を見て育った私にはよくわかっていたからです。しかし、夫の答えは違いました。お前に何がわかるんだよ。やめようがそんなの俺の勝手だろ。いちいち口出しないでくれよ。そして夫は次の日、退職届を出してきたのです。会社の人たちの間では、結婚と同年の退職だったので、寿退社とおちょくったり、何か大変なミスをしたから辞職させられたのではないかと、変な噂も立っていました。なんだか、私まで気まずいわね。でも、何か聞かれても、あまり変には答えられないし、次の働き先も決まってないのに、退職したなんて言えないわよね。私はとりあえず、やりたいことがあって夢を叶えるために、辞めたということにして、そんなに詳しく話さないようにしていました。ヒロト、母さんから聞いて仕事を探したよ。紹介するから明日空いているか？きっとヒロトならすぐ管理職になれるはずよ。あなたみたいな人材が必要だって言ってくれたのよ。スーツの準備をしておかないと。夫が仕事を辞めてからしばらくして突然、家に来た義両親は次の日、夫を連れて新しい職場との顔合わせに行ったようでした。今より稼げるから転職するのよね。だとしたらきっと大手の有名な会社なんでしょうね。営業の仕事かしら。きっと義両親も夫に向いている仕事を選んだはずだから心配ないわよね。しかし私の予想は大外れ。後から聞いた話、義両親にそんな有名な会社とのコネクションなどあるわけもなく、義父の知り合いが経営している地元の小さな工場くらいしか当てはなかったというのです。さやか、母さんが紹介してくれた工場で働くことにしたよ。父さんの知り合いがやってるみたいだから、いろいろ優遇してくれるってさ。はじめは今までより給与も低いみたいだけど、すぐに管理職に昇進できるみたいだからさ。そう誇らしげに話します。夫はこの時にはもうすでにおかしくなっていたのです。給与も前職より下がり、月収18万に。今まで二人で払っていた家の家賃60万も、しばらくは私が支払わざるを得なくなりました。この頃私は仕事が波に乗ってきて、
契約件数をぐんぐんと伸ばしていきます。数ヶ月前に一番良かった夫の営業成績を余裕で抜いており、同期どころか社内でもトップクラスまで上り詰めていたのです。そして始めた工場の仕事は夜勤もあり、力作業もそれなりにあったので、今までの仕事と全く違い、夫はかなり苦戦。この頃から体調も崩しがちになり、私への八つ当たりもひどくなっていきました。おい、起きろよ。旦那が帰ってきたのに、寝てるって何なんだよ。ご飯くらい作っておけないのか。驚いて時計を見ると、まだ夜中の3時。お帰りなさい。ご飯は冷蔵庫に入れてあるから、温めて食べてちょうだい。私も明日仕事なのよ。それに今何時だと。うるさい。俺が夜勤だからって、妻としての役目をサボっていいわけじゃないだろ。わかったら、早くご飯を温めろ。もう何を言ってもダメみたいね。ヒロト、最近おかしいわ。精神的にかなり来ているんじゃないかしら。心配もあるけど、こんな夜中に起こされたんじゃ、私も持たないわ。そしてちょうど義両親が同居すると言い出したのもこの頃でした。ヒロト、そろそろ父さんたちも仕事を辞めてお前のお世話になろうかな。いい年だし、この間仕事も紹介したんだからな。そうね。いいわよね、ヒロト。一緒に暮らし始めましょうよ。その方が私たちも安心だし、ヒロトも気持ち的に楽なんじゃないかしら。さやかさんも私たちがいた方が気が引き締まるでしょうから、家のこともちゃんとやるようになるはずよ。さすがの夫も、家賃すら自分で払っていない家に義両親を住ませるとなると、まず私に相談してくれるだろうと思ったのですが、勝手に話を進めてしまったのです。もちろんだよ。引っ越しはいつするんだ？仕事を休んで手伝うよ。部屋も一つ空いてるし、家は広いから好きに使ってくれていいよ。私は正直義両親が苦手でしたし、一緒に暮らしたら夫が余計におかしくなっていくのではないかと思っていたので反対したかったのですが、その後、夫の夜勤が続いたため、話し合いの時間も取れないまま、義両親が引っ越してくる日が来てしまいました。あら、さやかさん、私たちが来たら、家事の負担が減ると思って喜んでいるんじゃないの？基本的に自分たちのことは自分たちでやりなさいね。手伝わないわよ。同じ言葉をそのまま返してやりたい。いや、それにしても気が重い。先が思いやられるわね。こうして義両親との生活が始まったのですが、家事も一切やらず、家では好き放題。おい、床に埃があるぞ。さやかさん、あんた掃除もまともにできないのかい？それじゃあ、嫁として失格じゃないか。なあ、ヒロト。ちゃんとやれよ。そうよ。洗濯物も溜まっていたわよ。私の下着は別で洗ってちょうだいね。生地が傷んだら大変だわ。仕事から帰ってくるなりこのありさま。私はいよいよ限界を迎えつつありました。そんなある日、ついに姑がこんなことを言い始めたのです。さやかさん、あなた何度言っても家のことをちゃんとやらないのね。こんな人、お嫁にもらったのが間違いだったわ。お母さん、私も仕事があるので精一杯なんです。こんなこと言うのは失礼かもしれませんが、自身のことだけでもいいので、少しやっていただくことはできませんか？これでもかなり怒りを抑え、丁寧にお願いしたつもりです。あら、一人前に言い返すなんて。もういいわ。あなたのような嫁はいらない。家族だけで暮らす。出てけ。そうだよ。母さんの言う通りだ。ヒロト、もう離婚しなさい。いつかこんなことになると思って、離婚届も準備してあるのよ。義母は、あと私たち夫婦が署名をすれば全てが終わる、というところまで完成させた離婚届を夫に渡しました。本当だな。お前と結婚してから散々だった。高卒のお前なんかと結婚してやったのにさ、家のことすらまともにやらないし、もう離婚だ。あっさり署名をし、私に離婚届を突きつけました。わかったわ。私出て行きます。でも、片付けに少し時間がかかります。それで、と言ってはなんですが、いつもお世話になってるからと思って、ちょうど旅行を用意していたので、皆さんで行ってきてはどうですか？その間に片付けますから。
あらそうなの。それはちょうどいいわ。もう顔合わせなくて済むし、そうしましょう。ふふ、まんまと引っかかった。そう、この時すでに私にはある計画があったのです。次の日夫たちは小言を言いながら家を出て旅行先へ向かいました。宿も素敵なところなんですよ。今まで感謝を形にしてこなかったので、私からの最後のプレゼントです。お前たまにはマシなことができるんだな。ええ、たまには家族水入らずでゆっくりね。いってらっしゃい。さて、今のところうまくいってるわね。さっさと引っ越しの準備をしなきゃ。それにしてもこんなにすんなり離婚届を手に入れられるなんて。私が家賃とか払ってるから絶対ごねると思ったのに。まあ手間が省けたからいいか。私はこの時、すでに新しい家を準備済み。そして旅行を用意していたのは、夫たちがいない間に勝手に出て行こうと初めから考えていたからでした。離婚がうまく進まないことを予想して、弁護士も立て準備を進めていましたが、その心配はなかったようです。しばらくして手配していた引っ越し業者が到着すると、私が買った家具やら家電製品やらをすべて積み込み開始。結婚当初に二人で買った家具も古くなって買い替えたのも多かったのですが、夫は転職して月収が下がってから家にお金を入れることはなくなっていたので、そのほとんどは私が買ったものになっていました。すべて回収すると残った家具はほんの少し。ほぼ空き家状態になった家を見て、私は戻ってきた夫たちの驚く顔を想像して、にやけが止まりません。その後、間違えないよう丁寧に離婚届に署名し、その足で役場に提出。そして家賃60万の家だけを残して、新しい家に引っ越しを済ませたのでした。数日後、旅行を終え、家に帰ったようで、仕事が一段落したところで、ふとスマホを見ると、夫からの着信が鬼のように来ていました。そしてメールも、おい、帰ってきたら家具も何もないじゃないか。どうなってるんだ。だいたいお前、電話も出ずにどこにいるんだよ。またしつこくかかってきた夫からの電話に出ました。あら、どうしたの？旅行はどうだったかしら？楽しんでもらえた？おい、ふざけるな。早く戻ってこい。家具も全部返せ。こんなの窃盗だぞ。どうして？だって私物を運んだだけよ。夫が電話口で息を飲む気配を感じます。それから離婚届もちゃんと出してきたわ。もう他人だからその家に戻ることはないし、私も名義人だったけど、もう名義から外れたからあなたが家賃を払うのよ。お前、そんなの許さないぞ。とにかく戻ってこい。さもなければ弁護士を雇って訴えるからな。だってあなたが言ったんじゃない。離婚して出て行けって、その通りにしたのよ。あ、弁護士の話だけど、あなたたちとの会話、録音させてもらっていたの。すべて提出したから、またそのうち連絡が行くと思うわ。は？どういうことだよ、お前。夫が話し終える前に、じゃあ、と言って電話を切ってやりました。そして、着信拒否。これから夫たちがどんな暮らしをするのか知ったことじゃないですが、さぞ苦労することでしょう。私はとても清々しい気持ちでした。その後の元夫たちはというと、元夫は転職した後も昇進して収入が増えるということもなかったので、家賃の60万など到底払えるわけもありません。家具もまともに買い揃えられない状況となり、ボロアパートへ引っ越しすることになったようです。そして私が離婚のために集めていたモラハラの証拠を提出したことで、元夫は多額の慰謝料を負うことに。夫はアドレスを変え、一度だけメールしてきました。さやか、本当に悪かった。またあの家で一緒に暮らさないか。もう一度やり直すチャンスが欲しい。お前だって寂しいだろ？一人でずっと生きていくなんて。だいぶ弱っているみたいね。いい気味だわ。あの義両親のことだから、生活を支えられなくなった途端、手のひらを返して息子を罵倒したのかもしれません。義両親に見放されまいと必死な様子の元夫には同情しますが、もう私には関係のないことです。久しぶりです。残念だけど、二度と復縁する気はありません。お父さんとお母さんと仲良く暮らしてくださいね。
それともう連絡してこないでください。これだけ返すと、アドレスを受信拒否に。それから連絡はなかったので、その後元夫たちがどうなったかは知りません。それから数年後、私は営業の仕事を続けながら一人で暮らしています。元夫との関係がなくなり、仕事に集中できるようになったからなのか、私は瞬く間に昇進していきました。今では最年少の営業部長としてみんなを取りまとめることに。部長、今日の営業報告書です。よろしくお願いします。今日もお疲れ様。だいぶ契約を取れるようになってきてるわね。いつも業務終わりに勉強してるものね。勉強してるの見られていましたか。こっそりやっていたのに恥ずかしいです。けど、私、部長みたいなかっこいい女性になりたいんです。仕事もできて、みんなから信頼されて、部長は私の目標です。そんな風に言ってくれるなんて嬉しいわ。仕事で何かわからないことがあったら何でも聞いてちょうだいね。素敵な部下たちに囲まれながら楽しく仕事ができて毎日とても充実しています。元夫と過ごした数年間の結婚生活のことをたまに思い出すけれど戻りたいとは思いません。今ではまたそのうち素敵な男性と出会えたらいいなぁと少しだけ期待しながら私らしく生き生きと過ごしています。もしもし、今どこにいるの？家にいるけど、今、ミクは隣で寝てるよ。私は試しに夫に疑問をぶつけてみます。本当に隣で寝てるのはミク？当たり前だろ。お前は何を言ってるんだよ。すると焦ったように答える夫。そうだよね。ごめん、変なこと言った。いきなりやめてくれよな。びっくりするだろ。女といるのバレてんだよ。絶対に許さない。そもそも夫のパパ友から娘と一緒ではないことを聞いていました。私は早速家中の荷物をまとめて引っ越しをしたのです。すると翌朝、夫から大量の電話があり、私の名前は朝子。小さな会社で経理として働いています。そして夫の高尾と今年で4歳になる娘のミクと何不自由することなく暮らしていました。そんな夫との出会いは高校生の頃。その後はお互い顔見知りではあったものの、特に仲がいいわけではなかったと思います。同じクラスになることもないままに卒業を迎えたのです。それから5年後、街中でばったりと再会します。あれ？朝子ちゃん？え？私は後ろから声をかけられ、思わず振り返りました。高校の頃とは変わって、そこにはより男らしい姿の高尾が。高尾くん、覚えててくれたんだ。声をかけられた時は一瞬誰だかわからなかったけどね。それから私たちは頻繁に会うようになり、高校生の時とは違い、お互いを好きになるのにそんなに時間はかかりませんでした。再会から1年後に私たちは結婚したのです。結婚生活は慣れないこともたくさんありましたが、それでも毎日が幸せでした。その2年後には娘のミクが生まれ、あっという間に幼稚園に通うようになります。今日はちょっと遅くなりそうなんだけど、ミクのお迎えを頼める？ああ、わかった。任せといて。じゃあ、よろしくね。時々残業することもあったので、私は夫に娘の世話を任せることがありました。この時はしっかり育児もやってくれていると思っていたのです。じゃあ今日はパパがお迎えに行くからね。今日は来るの？私は娘の言葉に疑問を持ったのです。今日はってどういうこと？なんでもない。おいミク、そろそろ行くぞ。あ、もうそんな時間か。私も早く出ないと。この日は朝からバタバタしていたこともあり、すぐにこの疑問は忘れてしまいました。これがまさかあんなことになるなんて思いもしていなかったのです。それからは特に問題もなく平和な日常を過ごしていたと思います。変わったことがあるとすれば、もともと IT 企業で働いていた夫がリモートワークになったことでしょう。来週から完全にリモートワークになったから、これで家のことももっと手伝えるようになるし、朝子も楽になるだろう？そうしてもらえるとかなり助かるけど、無理はしないでいいからね。わかってるって。
これでミクとの時間も作れるし。ならいいんだけど、なぜかこの時私には不安がありました。確かに夫の提案は嬉しいことなのですが、今までにも同じようなことはあったのです。だからこそ夫のことをいまいち信じることができなかったのかもしれません。それに気になることはそれだけではありませんでした。ミク、どうしたの？あまり元気がないみたいだけど、どこか痛い？大丈夫だよ。でもよかったね。これからパパが家にいて。そしてこの不安は見事に的中することになるのです。ある日の金曜日、私は幼稚園から連絡を受けました。すみません、ミクちゃんのお母さんでよろしいでしょうか？はい、そうですが。実は、ミクちゃんのお迎えがまだなんです。え？何度か連絡を取ってみたのですが、繋がらなくて。私は一瞬思考が停止してしまったのです。いつもはお父さんがお迎えだと思うんですが、何かありましたか？私はその言葉で現実に戻ってきました。すでに時計は19時を回っています。夫は一体何をしているのか気になり、すぐに連絡を取りたかったのですが、優先するべきことは、ミクを迎えに行くことでした。すぐに迎えに行きますので。そして私はミクの元へと急いだのです。私が幼稚園に到着すると、ミクは一人で遊んでいました。ミク？ママ！そう言って走ってくるミク。遅くなってごめんね。大丈夫だよ。早く帰ろうね。そして私たちは家に帰ったのです。ただいま。おかえり。夫は何食わぬ顔でソファーに座り、スマホを見ていました。その姿を見て私は夫に詰め寄ります。今まで何してたの？今ここにいたけど。でも大事なことを忘れてたよね。何のことだよ。そして私の後ろからミクがひょこっと顔を覗かせます。すると夫はようやく気づいたようでした。ようやくわかった？なんでミクを迎えに行かなかったの？いや、仕事に集中してて。それにしては、随分とくつろいでいたように見えたけど、それは、その後、下を向いたまま黙ってしまう夫。とりあえず、次は絶対に忘れないでね。ああ、もちろんだよ。今日はごめんな、ミク。大丈夫だよ。ママが来てくれたし。完全に夫を許したわけではありません。ただこれ以上責めるのも違うと思い、その後しっかりとやってくれるかを見定めようと思っていました。そして、夫はそれから一度もミクの送り迎えを忘れることはなく、3ヶ月が過ぎた頃でした。特に問題もなく過ごせていたのですが、その期待はもろくも崩れ去ることになったのです。俺、明日から出張に行くことになったから。出張？リモートワークなのにそんなことがあるんだ。本来行くはずだったやつが体調不良でダメになったみたいでね。いつから行くの？明後日からの予定。わかったわ。ミクのことは何とかするから。悪いな。よろしく頼むよ。こうして夫は出張に出かけていきました。久しぶりにミクと二人きりになったこともあり、私は出かけることに。今日からパパもいないし、せっかくだからどこかに行こっか。いいの？パパには内緒でね。どこか行きたいところはある？遊園地。遊園地か。それもいいね。じゃあ、明日は休みだから、明日行こうね。じゃあ、今日は早く寝ようね。そして翌日私たちは遊園地に出かけることになりました。電車を乗り継ぎ、遊園地に到着すると声をかけられます。私は振り返ると、夫のパパ友であるユージさんが立っていました。あ、ユージさんも遊園地に？そうなんですよ。今日は妻が実家に帰ってて内緒で来ちゃいました。実は私も昨日から夫が出張に行ってまして、ミクが行きたいというもので。だったら一緒に回りませんか？きっと息子たちも喜ぶと思いますし。そうですね。ユージさんはミクと同じクラスのユウキくんのパパで、夫とも親交がありました。それなら安心だと思い、一緒に遊園地を楽しむことにしたのです。何よりミクが楽しそうにしていたのも理由でした。それからは、ミクと一緒に時間も忘れるほどに楽しみ、家に帰ると、ふとスマホを見ると、夫から着信が来ているのに気づきました。
もしもし、どうかした？どうかしたのじゃないだろう。俺が出張に行ってる間に何をしてるんだよ。何って、ミクと遊びに行ってたけど。で、誰と言ってんだよ。誰って、ミクと2人だけよ。すると夫は大きなため息をつきます。誰か男と言ってんだろ？はぁ？夫が一体何を言ってるのか初めは理解できませんでした。しかし私はあることに気づきます。もしかして、パパ友のユージさんのこと？え？今日遊園地に行ったんだけど、そこでたまたま会ったから一緒に回らせてもらったの。なんだよ、勘違いか。そして私は一つの疑問が浮かんだのです。でもどうやってそんなことわかったの？いや、友達が見たらしくてさ。とりあえず、俺の勘違いだったみたいだ。私は電話を切ろうとしたのですが、夫は何やらつぶやいていたのです。なんだよ、せっかくのチャンスだったのに。確かにそうつぶやくのが聞こえました。ちょっと！夫に呼びかけたのですが、すでに電源は切れていました。それからも夫はなぜそんな発言をしたのか気になり、考えたのですが、明確な答えは出ません。そして夫が出張から帰ってくることに。ただいま。おかえり。いや、今回の出張はかなり疲れたよ。普段はやらないことばかりでさ。そうだったんだ。とりあえず、今日は疲れたから早めに寝ることにするよ。私は結局、夫にこの前のことは聞けずじまいでした。それからは私の仕事が忙しくなったこともあり、この件はうやむやになってしまいます。今日は出社するから帰りは夕方になるかも。そうなの？じゃあミクの迎えは？多分行けると思う。しかし、夫はミクを迎えに行くことはありませんでした。結局私が代わりに迎えに行き、夫が帰ってきたのは夕方どころか22時を過ぎていたのです。ちょっと帰り遅くない？悪い。ちょっと上司に誘われちゃってさ。そう言って私の横を通り過ぎた夫からは、女物の香水のような甘い香りが漂ってきたのを感じました。その上司って女の人？いや、男だけど。この日を境に、夫に対する不信感が日に日に増していくことになります。そして、ある一本の電話から、事態は思わぬ方向に向かっていくのです。その日は、ミクの世話は夫がするはずでした。休日ではあったものの、どうしてもやらなければならないことがあり、出社したのですが、これで帰れると思った矢先のことでした。もしもし、突然すみません。何かありましたか？ちょっと、ミクちゃんのことで。ミクが何か？そうじゃないんですが、ミクちゃん、パパが迎えに来ないんですよ。その言葉を聞いて私はその場に立ち止まってしまったのです。そもそも迎えとは何なんだろう。私はすぐに聞き返します。迎えとはどういうことでしょう？あれ？聞いてませんでしたか？何か今日はどうしても外せない用事があるとかで、少しだけミクちゃんを預かってくれないかと言われたんです。うちの勇気も喜んでたので OK したんですが。そうだったんですね。それで今になっても夫からの連絡はないと。そうなんです。それで何度も連絡してるんですが、全然電話にも出なくて。わかりました。夫には私から連絡してみます。この時夫が本当は何をしているのか、大方予想はついていました。私はすぐに夫に連絡を取ります。もしもし、今どこにいるの？実家にいるけど。実家？そうなんだよ。急にミクに会いたいって言うからさ。それでミクは？今、ミクは隣で寝てるよ。私は試しに夫に質問をぶつけてみます。本当に隣で寝てるのはミク？当たり前だろ。お前は何を言ってるんだよ。すると焦ったように答える夫。そうだよね。ごめん。変なこと言った。いきなりやめてくれよな。びっくりするだろ。女といるのバレてんだよ。絶対に許さない。この時点で夫は嘘をついているのが確定。私はすぐにミクを迎えに行きます。そうよね。じゃあ、私はまだ帰れないから、ミクのことはよろしくね。おう、任せておいてよ。自信満々に答える夫。そして夫が帰ってくる前に、
復讐をしようと決意するのです。ミク、迎えに来たよ。あれ、パパは？どこだろうね。今日は忙しくなるから帰るよ。はーい。そしてユージさんは心配した様子で声をかけてきました。何かあったんですか？私はここで言うのかを迷ったのですが、意を決して話すことに。実は、これまでに起こったことを順を追って話していったのですが、その間ユージさんは真剣な眼差しで話を聞いてくれていました。なるほど、そんなことが。だから夫には仕返しをしたいと思っています。そう宣言すると、ユージさんはポツポツと内に抱えていた思いを話してくれたのです。実は、うちも似たような状況なんですよ。え？それって、ご察しの通り、うちの妻も浮気してるんだと思います。今日だって本当は家族で出かけるはずだったのに。だったら私と一緒に仕返ししましょう。でも、もちろん無理にとは言いません。ユージさんはしばらく考えた後に、お互いの復讐を手伝うことで合意しました。それで、俺は何をすればいいんですか？私たちは引っ越そうと思うんです。なるほど。それは骨が折れそうですね。すみません。いえ、俺も手伝うと決めた以上、頑張りますよ。そして私たちは家に向かうことになりました。私とミクは荷物の整理を始め、ユージさんは即日で対応してくれる引っ越し業者を探してくれたのです。それから2時間後、私たちの荷物はすべてまとめ、終わりました。終わったみたいですね。こっちもなんとか一つ見つけられました。本当ですか？ありがとうございます。するとミクが一言。これからどこか行くの？これからしばらくはおじいちゃんとおばあちゃんの家で暮らすの。そうなの？じゃあ早く行こう。正直、夫のことを聞かれたら何と答えようか迷っていたのですが、そんな心配はキーウに終わったのです。そしてすべての荷物を詰め込み、実家へと向かいます。両親には実家に着くまでに話を伝えていたため、想像以上に私を快く迎え入れてくれました。ありがとうございました。ユージさんのおかげで助かりました。いえ、同じ境遇でしたし、それになんか途中から楽しくなっちゃって。それじゃあ、次は私が何か手伝う番ですね。何をしましょうか。それなら、ユージさんの望みは、一時的に息子のユウキくんを預かってほしいということでした。両親にもこのことを話したら、二つ返事で OK。じゃあ、ユウキをよろしくお願いします。はい、任せてください。それじゃあ、ユウキ、いい子にしてるんだぞ。そしてユージさんは、一度自分の家で奥さんと直接対決することに。一方の私は、夫からの連絡を待ちましたが、何の反応もありませんでした。そして翌日、夫から大量の着信が。ようやく私たちがいないことに気がついたようです。もしもし？ちょっとどういうことだよ。お前たちどこにいるんだ？そもそも今まであなたは何をしてたの？俺は実家に帰ってたんだよ。それじゃあミクは？それは、今寝てるんだよ。でも、さっきお前たちはって言ってたけど、本当のことを言ったら？なんだよ本当のことって。わからないならいいわ。それとも、その家には帰らないから。私はそう言って電話を切りました。その後何度も電話がかかってきましたが、そのすべてを無視。きっと今頃後悔していることでしょう。その後私は、すぐに弁護士に連絡しました。それはもちろん夫と離婚するためです。私たちが実家に帰ってから2週間後に離婚は成立。その間夫は自分はそんなことをしていないと言い張ったそうですが、それには自分の潔白を証明しなければなりません。でも夫は証明できませんでした。そしてパパ友だったユージさんはというと、こちらも無事に離婚できましたよ。そうだったんですね。でも、まさかこんな風になるとは思ってませんでしたけど。確かに。それでユージさんたちはどうするんですか？俺たちも一度実家に帰ろうと思ってます。しかし、この話は離婚して終わりではなかったのです。実は、夫の浮気相手というのがユージさんの奥さんでした。離婚するために色々と調査していく中で分かった事実だったのです。
まさかパパ友に娘を預け、その奥さんと浮気をするなんて誰も想像していなかったでしょう。ミク、パパがいなくなって寂しくない？寂しくない。ここならおじいちゃんもおばあちゃんもいるし。ならよかった。どうやら私よりもミクの方がさっぱりしているようです。その後の夫はというと、浮気に対する慰謝料やミクの養育費を請求されて困っているようでした。それは離婚前にこんなやりとりがあったからです。そうそう、言い忘れてたんですが、妻からもがっつり慰謝料を請求してやってください。それならうちの元夫からもよろしくお願いします。わかりました。この際遠慮はいりませんね。その結果、二人との生活に困窮してしまい、ボロボロのアパートに暮らしているのだとか。さらに夫は実家に助けを求めたようですが、それも失敗。それもそのはずで、夫が連絡する前に私が先に連絡をしていたからです。こうなってしまっては、なすすべもありません。ただこれから自分の犯した罪の大きさを食いながら生活していくしかないのです。ざまあ見ろと思いながら、私たちはこれから新たな人生を歩んでいきます。